いい汗かいたぜ。信玄、龍、トレーニングお疲れ様。お疲れ様です。この後はテレビ局で打ち合わせでしたよね。ああ、まさか自分たちが朝のニュース番組で1ヶ月間主題歌を担当することになるとは。しかもスタジオでの生歌披露もあるんだろ。プロデューサーに聞いた時は驚いたよ。俺たちのことをたくさんの人に知ってもらうチャンスだ。気合い入れていこうぜ。はい。出発時間までまだ余裕があるな。自分はもう少しトレーニングをする。俺もやります。さっきは軽めのトレーニングでしたからね。あれで軽め？さすがは元自衛官に元消防士。秀夫さんもどうですか？まだまだ動けますよね。ああ、そうだな。少しだけなら付き合うよ。はい、よろしくお願いします。あんなに褒めてもらえるなんて嬉しいですね。打ち合わせうまくいってよかった。期待されてる側もあるが、それだけやりがいがあるな。ああ、事務所に戻ったら早速作戦会議をしよう。プロデューサーさん、協力を頼む。よし、漢字の書き取り終わり。誠司さん、その新聞読み終わったら借りてもいいですか？了解した。それにしても今回改めて勉強してみて、ニュース用語の多さには驚かされた。年々新しい言葉が増えるし、覚えることも多いよな。はい。でも勉強の成果か、今まで以上にニュースを理解できるようになりました。意識してニュースを見るようにもなったし、学生時代の自分が知ったらびっくりするだろうな。秀夫さんと誠司さんはどうでした？学生時代にニュースとか新聞とか見てましたか？見てはいたが、そこまで意識していなかったな。俺もだ。将来ニュース番組に出るって知ってたら、あの頃もっと真剣に勉強してたぜ。今思うと、アイドルとして役立つ授業も結構あったよな。学生時代か。そういえば入学やクラス替えの季節になると面白い自己紹介をする先生がいたな。二人ともちょっと思い浮かんだことがあるんだが。番組での自己紹介時に視聴者の気を引けるような自分たちのキャッチコピーを作らないか。
キャッチコピーって言うなら、やっぱりインパクトがある一言がいいよな。プロデューサーも何か案が浮かんだら教えてくれないか？自分で魅力っていうのか。なんか照れるな。プロデューサーさん、ありがとう。ああ、俺の気持ちそのものだよ。不運には負けないぜ。プロデューサーさん、ありがとう。ああ、自分の特徴として覚えやすい。いいキャッチコピーだ。プロデューサーさん、ありがとう。今のキャッチコピーを参考に自分たちでもいろいろ考えてみよう。そうだな。プロデューサー、いくつか案が出たらまた相談させてくれ。プロデューサー、今の歌どうだった？ありがとな。曲についてかなり話し合った甲斐があったな。朝から活力をもらえる前向きな曲だ。それに爽やかな曲調で覚えやすいですよね。つい口ずさんじゃいます。歌詞にも前向きなメッセージがたくさん詰まってて元気が出るし、早くみんなに聞いてもらいたい。リュウ、焦らずともあと1週間後に本番だ。それまでに個々の課題を改善していこう。プロデューサーさん、レッスン時間を延ばしても大丈夫だろうか？よし、それじゃあもう一回頭からだ。これが原稿か。なかなか分厚いな。リュウ、どうだ？読めそうか？はい、スラスラ読めます。専門用語も難しい漢字も勉強の成果が出てる。けど油断は禁物ですよね。本番までに繰り返し読んで不運対策しとかないと。わかった。どうすれば大きくなれますか？かわいい質問だ。こっちは好きな人ができましたがなかなか告白できません。お、青春って感じだな。そうだな。お、これはこれは小さい子が抱えるにしては深刻な悩みだな。俺に相談するのにも勇気が必要だったはずだ。今も一人で苦しんでいるかもしれない。支えになってやりたい。勇気を出して伸ばした手を掴んでやりたい。秀夫さん、相談に答える相手が決まったようだな。ああ。プロデューサー、この質問に決めた。この子に伝えてやりたいんだ。大丈夫。君は一人じゃないって。俺はそのためにアイドルになったんだからな。みんな、おはよう。今日から1ヶ月間、主題歌を担当させてもらうことになったフレームだ。まずは俺から。キラリと光る八重歯が魅力。悪の秀夫だ。よろしくな。筋肉のことなら誰にも負けない。信玄誠司、よろしく頼む。
どんな不運も笑顔で打ち勝つ木村龍。あれ、マイクの調子がおかしい？龍、自分のマイクを使ってくれ。ありがとうございます。改めてみんなよろしくな。しょっぱなからマイクが故障するなんて、リハーサルでは平気だったのに。大丈夫だユウ。フォローは俺たちに任せとけ。秀夫さん、誠司さん、ああ、自分の知識が役に立ってよかったです。今紹介したもの以外にも防犯対策は多々あります。各家庭に有効な手立てを取ってください。テレビの前の皆さん、毎日の安全のためにもう一度防犯面について見直してみましょう。7月から10月は火災の件数が少ないんです。雨が多くて湿度が高い時期だから油断しがちだけど、いつ何があってもいいように防災訓練にはしっかり参加してくださいね。全部に答えられなかったけど、たくさんのお便りありがとな。最後にこれだけは伝えさせてくれ。孤独を感じたり不安に思うこともあるかもしれない。だけど君たちは一人じゃないんだ。俺たちはいつだってみんなの味方だ。何かあったら俺たちのことを思い出してほしい。約束だ。今のところ冒頭のマイクトラブル以外不運が起こってない。今日はいい感じに終わるかも。ああ、今日のために訓練してきたことを信じて全力で挑もう。お、そろそろ出番みたいだ。プロデューサー、行ってくるぜ。誰にだって憂鬱な日はあるよな。そんな時こそこの曲を聴いてほしい。元気に一日を過ごせるようにエールを込めて歌い上げるぞ。みんな聞いてくれてありがとな。それじゃあ最後にセブンインライブをご覧の皆さん、今日もいってらっしゃい。うわ、スマホにすごい数のメッセージが。これ全部家族からか？俺もです。リアルタイムで実況してくれてたみたいですよ。みんな見てくれ。あまねがスマホで自分たちが歌っているシーンを録画したそうだ。うまく撮れているぞ。ほら。それじゃあ最後にセブンインライブをご覧の皆さん、今日もいってらっしゃい。行ってきます。そうなんだ。たくさんの人があまねちゃんみたいに反応してくれたんだな。出演が今日だけなんて寂しいな。毎日出たかったですよね、秀夫さん。
そうだな。でもその代わりに、俺たちの歌が、みんなにエールを届けてくれるよ。ああ、お疲れ様。今電話しても大丈夫か？ファンレターに嬉しいことが書いてあってさ、あんたに聞いてほしくて連絡したんだ。ニュース番組で小さい子の相談に答えただろ？あの子から返事があったんだ。あの時はありがとう。フレームがいてくれると思ったら勇気が出ました。だから、もう大丈夫だってさ。ああ、あの子の支えになれて嬉しい。アイドルになって本当に良かったぜ。もっとたくさんの子供たちに勇気を伝えられるように頑張るな。信玄と龍にも報告しとくか。聞いてくれてありがとう。じゃあな。